こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回の動画はドラム音源のトゥーントラックスーペリアドラマー3、イージードラマー2の拡張音源のご提供いただきましたので、自分が考えるメタル向けおすすめドラム拡張パック3選というのをご紹介したいと思います。はい、それではいろいろな拡張パックをご紹介していきたいと思います。それではまず1つ目にご紹介したいおすすめメタル向けドラム音源ですが、まず1つ目はデス&ダークネスです。こちらの音源は SDX スーペリアドラマー向けの拡張セットとなっておりますので、イージードラマーでは開くことができませんのでご注意ください。でこちらのセットの特徴としましては、大きくデスとダークネス、そのままですが2つのドラムが収録されています。でそれぞれ収録場所も収録マイクとかも異なっておりまして、それぞれのセットの中にこのようにいろんなタムが複数あったり、スネアもたくさんあったりというようなセットになっております。こちらがダークネスですね。で2つに分かれている分、収録されている太鼓とかシンバルの数が少ないのかなと思いきや、結構な数のサンプルが収録されておりますので、価格は1つ分の価格ですが2度美味しいようなセットになっております。で具体的にデスとダークネスとどういった違いがあるのかというと、デスの方は広めのスタジオで収録した感じの音をしていまして、ちょっと軽く鳴らしてみましょうか。このような感じで結構余韻も長いアンビエントが収録されてます。でそれに対してダークネスの方はこういったちょっと風変わりな、もともとプールだったような場所をスタジオにしているというようなスタジオらしく、先ほどのデスよりかはちょっとタイトめのサウンドをしています。で今聞いていただきました通り、タイトルはデス&ダークネスという、いかにもメタルとかデスメタルとかっていうエクストリームな音楽に使うようなタイトルなんですが、収録されてる音は割とナチュラルなサウンドになっておりますので、普通にポップスロックでも使えるサウンドだと思います。で特筆すべきは、シンバルの音がかなりスパーンと抜けるようなサウンドをしてまして、でタムもしっかりアタックと太さと両方あるサウンドになっています。バストラとスネアは結構EQ やコンプで音作ったりとか、トリガーみたいなサンプルをレイヤーしたりとかできるんですが、タムとか特にシンバルとかは優しく叩いた音で収録されていると、それ以上強いバシャーンというサウンドにすることできないので、このシンバルとタムに関してはデフォルトのセットにはない抜けるようなサウンドで収録されているところがポイントです。ではそれぞれ曲に合わせた状態で聴いてみましょう。実際に曲中で鳴らすとどういう感じになるのかっていうのを聞いていただくために、ちょっとサンプルとなる曲を用意しました。こちらの楽曲は自分の2022年リリースのブラックアルバム4というアルバムからザンテスケンという曲です。まずはデスで、今エフェクトとかは全くかけていない状態です。読み込んだデフォルトのままです。はい、という感じでシンバルがすごい気持ちよく抜けてくれますね。でなおかつタムとかもちゃんとフレーズがはっきり聞き取れるようなサウンドをしていると思います。ドラム単体でソロにして聴いてみましょう。はい、という感じで、例えばブラストビートとか叩かせた時にこのスネアの強弱が表現が強しか出ないような音源ですとドカ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 とやかましすぎてしまうので、ちゃんと弱いアーティキュレーションも収録されています。ではダークネスの方で聞いてみましょう。でこちらもデフォルトのままエフェクトは何もない状態で鳴らしてみます。こちらの方がちょっとデッドでややジメッとした音をしているかなと思います。ではこちらもドラム単体で聴いてみましょう。
はい、という感じで、やはりシンバルがこちらの方はちょっとジメッとしてますね。で、デスとダークネス両方ともスネアが割とハイピッチなタイプの音源ですので、こういった速いパッセージとかには向いていると思いますが、例えばミドルテンポとかで重心低めのスネアとか欲しい場合は、この音源の中にレイヤーする用のサンプルというのも収録されてますので、そちらを足したりして使うといいかなと思います。はい、続きましてご紹介したいのは、イージードラマー向けの拡張音源で、ハードロック EasyX です。こちらは先ほどのデス&ダークネスがスネアがハイピッチだったのに対して、かなりローがしっかり出てて、点ではなく面で押すようなコンクリートの塊をぶつけているような硬いサウンドが出ます。シンバルはややぬるっとしてるかなっていう感じはありますが、なかなかここまでがっちりした太鼓の音が出る音源も多くはないんじゃないかなと思います。で、EGX ですので、イージードラマーでも開くことができます。で、収録されている太鼓の数は SDX シリーズよりかは少ないのですが、割と全部使えるスネアの音しているかなと思いました。ではこちらも曲中とドラム単体と両方聴いてみましょう。はい、という感じです。では続いてドラム単体で聴いてみます。はい、という感じで、バスドラなんかはこの音をゼロから作るとすると結構大変かなと思うのですが、何もエフェクト挟んでない状態ですでにこのようなガチッとした音になっているので非常に使いやすいですね。即戦力になると思います。ただデメリットとしましては、弱いアーティキュレーションがそんなに弱くないというデメリットがあるので、先ほどのデス&ダークネスよりかは、例えば弱いベロシティ、今これ53とかなってますけど、もっと弱く20とかにした方がいいかもしれないですね。そしてこういうブラストビート系ですと、ちょっと重すぎるように感じましたね。この場合はちょっと弱めにした方がブラストビートにはいいかもしれないですね。でもやっぱりちょっとこういうフレーズはハイピッチのスココココっていうスネアの方が向いてるかなとは思います。でもう一個デメリットとしましては、EGX シリーズですので、例えばスネアの裏のスナッピーを取ったトラックとかが別にあったりはしないので、そのスナッピー感を上げたい場合はちょっと工夫が必要です。で、自分の場合は他のセットからこのスタックというのを選択することで、例えばスーペリアドラマデフォルトの音源ですねのスネア、これをスタックとやることでこの音とこの音両方鳴らすことができるので、この足したスネア、今2トラック新たに登場してますが、こっちのオンマイクオフにしてボトムだけを使ったりしてます。そうするとこのボトムマイクだけアクティブになるので、別の太鼓の音ではありますが、疑似的にスナッピー感を足したりとかをすることができます。はい、続きましては EasyX シリーズの Duality 1および2です。で、こちらの音源はこれを撮影している2021年12月現在では最新の EasyX シリーズとなっています。先ほどのハードロック EGX とかはだいぶ前の音源ですので結構トラック数が少なかったりとか太鼓の数も少なかったりするのですが、近年の EGX は収録数もかなり多いですし、ミキサーというところを押すとちゃんとキックがイン、アウト、サブ、フロントと4トラックもあるんですね。で、スネアも3トラックでボトムが単体であったりとかで、ボトムに、このようにかぶり調整できたりとかします。SDX シリーズだと、全てのトラックでかぶりのありなし、また音量とかを設定できるんですが、ここではボトムマイクに、太鼓類のみかぶりを調整することができます。先ほどのハードロック EGX で自分がボトム足したいなっていう
意図はスネアのボトムの音を足したいっていうのもあるんですが、このようにタムとかの叩いた時にスネアのスナッピが共鳴するサウンドっていうのを入れたいと思うことが多いので、僕にとってこのボトムだけ被りが調整できるっていうのは非常にありがたい機能ですね。そしてオーバーヘッドやアンビエントもトラック数が非常に多いので、もちろんこれを全部使わなくても自分の好きなルームの音を選んで他はミュートするのでもいいし、こちらのキックのトラックも同様ですね。必ずしも全部使わなきゃいけないわけでもないですし、場合によってはこのままの設定でもいいかもしれないですね。で、デュアリティ1と2と、おそらく同じスタジオで収録していると思うのですが、どういった違いがあるのかっていうのは音をまず聞いていただけたらと思います。それではまず曲の中でデュアリティ1です。はい、続きましてドラム単体で聴いてみましょう。はい、こんな感じでアタックもしっかりあるし、こういったブラストビートの強弱にもしっかり反応してくれると。それでは続きましてデュアリティ2の方へいきましょう。で、こちらは1に対して2はよりアタックが強めのパンチがあるサウンドとなっています。では曲の中で聴いてみましょう。はい、ではドラム単体です。はい、というわけで両方同じネーミングの派生キットですので、基本的に方向性は似てるかなと思うのですが、2の方が太鼓に関してはアタックが強いですね。で、このアタックの強さにも人それぞれ好みがあると思うんですが、個人的に基本的には強い方が好きなんですが、強すぎるとちょっとムチムチしすぎて圧が強すぎると感じることがあるので、太鼓類に関しては僕はデュアリティ1の方が好きかなと思いました。1の方がちょっとソフトな感じですね。でこれ今エフェクトなしでこんな感じなので、1でも十分パキッとした音は EQ とコンプを使っていけば出るはずです。でそれに対してシンバルの方は2の方がいいかなと思いました。1の方がおそらくシンバルのチョイスとかの違いだと思うんですが、若干ふわっとしたようなサウンドになってます。2の方がピシーンと抜けるような、特にスプラッシュが違うと思います。なかなかこういうピシッと抜けるスプラッシュを収録したセットっていうのも少ないので、マイク・フォートナーが叩くような抜けてくるスプラッシュが欲しい時とかはいいんじゃないかなと思いました。同じ部屋で収録されたものですので、シンバルを2にして太鼓を1にするみたいな組み合わせをしてみるのも面白いかなと思いました。でこのサンプルのメモリーロード数を見ても分かる通り EGX とはいえ2ギガ前後を使っているので、スーペリアドラマ 2.0 時代の SDX ぐらいの収録容量表現力はあるかなと思っています。で EGX シリーズがスーペリアドラマ 3.0 で開いた時にどのぐらいトラック数が収録されているのかっていうのはあまり情報が多くなかったりするんですが、一つ目安となるのは、その新しい古いっていうところで、なんとなくボーダーラインはセールの時にセールになるセットとセールにならないセットがあると思うんですね。でどうやら傾向を見てる感じ、新しい EGX、SDX はセールにならないという傾向がありますので、参考にしていただけたらと思います。
はい、以上がメタル向けおすすめドラム拡張パック3選でございました。皆様の気になるドラム音源はありましたでしょうか。というわけでこの動画がいいなと思っていただけましたら高評価、チャンネル登録などをよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。